改めまして、ポルシェ911が仲間に加わりました。ずっと欲しいと思っていた車を必死に頑張って手に入れました。購入の経緯はさておき、まずはこの車の紹介をしたいと思います。ポルシェ911カレラ GTS タイプ 991.1、 いわゆる991前期型となります。細かい点は後ほど紹介しますが、お気に入りポイントを3つほど。1つ目は見た目。 GTS はカレラやカレラ S とは異なり、リアフェンダーがワイドになってます。つまりケツがでかいということです。ここからの眺めが最高にセクシーじゃないですか。ケツがでかいのはたまらんですね。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。そしてどこから見てもポルシェ911だとわかる唯一無二のデザイン。火の打ちどころがなくシンプルに好きです。2つ目は最後の NA エンジンだということ。ポルシェ911も991後期以降はダウンサイジングターボに移行してしまってます。環境規制やらで今や NA エンジンはほぼ絶滅危惧種になってしまいました。やっぱ NA の鋭いレスポンスとカリニア中速は気持ちいいんですよね。 BMW F30 はターボなので、それはそれでトルク感とかは楽しいんだけどね。そして3つ目は何といっても音。スポーツエグゾーストは必須条件でした。 NA が欲しかったのもターボには内高音が欲しかったから。NA とスポエグの組み合わせにこだわっててよかったです。大正解でした。以上3点が Y のお気に入りポイントでした。共感いただけるのかな？コメントで教えてください。それではスペックや装備について簡単に紹介します。エンジンは見えないですね。エンジン全体はリアバンパーを外さないと拝めないです。 3.8 リットル水平対向6気筒 NA エンジンで出力430馬力、トルク440ニュートンメートルです。カレラ S も同じ 3.8 リットルですが400馬力で GTS は30馬力チューンナップされています。カムシャフトや ECU が異なる特別なパワーキットが入っています。トランスミッションは PDK でいわゆる DCT になります。0-100キロは 4.0 秒、最高速度は 304km 毎時に達します。十分すぎます。フィーリングは MT とほぼ変わらず超ダイレクト。MT の0-100が 4.4 秒であることを考えると、その優秀さがわかると思います。続いて、センターコンソールにいろいろとあるボタン。まずはスポーツエグゾースト。オンにするとバルブが開きます。このようにの太いサウンドに変わってやる気がムンムン湧いてきますね。こうやって泣かせるには若干コツがいって3000回転以上で本領発揮します。慣れるまでは全然泣きませんでした。続いてリアスポイラー。リアスポイラーは時速120キロを超えると自動で上がりますが手動でも動かせます。上がった状態はこんな感じになります。見た目は後ろからより横からの方がいいかもですね。続いてスポーツモードとスポーツプラスモード。レスポンスがさらに鋭くなりますが一般道では持て余します。使うとしても峠や高速ぐらいですね。ちなみに GTS はスポーツクロノやスポエグなどが標準装備になっています。そして足回り。フロントは24535の20インチでリアが30530の20インチ。タイヤ1本10万円コースですね。はい、ここで気づいた方は鋭いですね。GTS はセンターロック式です。
確か GT3 と同じだったはず。特大のトルクレンチ誰かくれんかな。ブレーキはフロントが6ポット、リアが4ポットですので、フロントが早く消耗するんでしょうね。ブレーキパッドは多分純正だと思われるんですが、サーキットを走る予定はないので低ダストに変えたいんですよね。ブレンボがいいとかディクセルがいいとかおすすめあれば教えてください。後部座席はこんな感じで4人乗れますよ。れっきとしたファミリーカーですね。さっと荷物を置ける後部座席は地味にありがたいです。フロントトランクは思ったより入ります。深さがあるので大きめのカバン2つは積めます。2人分の長期旅行でも全く問題ないサイズです。ただ柔軟性のないスーツケースはほぼ絶望的で Y は布製のカバンに変更しました。続いてメーター周り、911伝統の5連メーターで GTS はロゴが入ります。ちなみに最新の99には全てデジタルになってしまったようです。右から2番目だけがデジタルのインフォメーションディスプレイになっていて、アナログとデジタルがちょうど良い感じに融合できている世代だと思ってます。加速度 G をリアルタイムで計測できたり、タイヤ空気圧をチェックできたり、普段は水温、油温、油圧、電圧を表示させる人が多いのかな。メンテナンスやエラーメッセージの表示もありますが、どうやら診断テスターがないといじれないようなので、コーディングも含めて DIY でできるかチャレンジしてみようと思ってます。うまくいかなかったとしても挑戦記録として動画を投稿しようかな。おっと、オイル量が加減ギリギリですね。また今度初めてのオイル交換の動画も投稿しようと思ってますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。各種の車両設定とかもここで行いますが、これは省略します。最後にナビですが、前オーナーがパイオニアのディスプレイオーディオに交換してくれています。しかも Apple CarPlay、Android Auto に対応しています。これはマジでありがたい。Google マップも使えるから目的地設定が楽になります。ただ不満もあって、スマホを優先接続しないといけなかったり、CarPlay の仕様でしょうけど、スマホっぽく直感的な使い方ができなかったり、これは絶対に改良していきます。このナビ改良の動画は近々公開できるかなと思います。おっと、それからこのチャンネルの登録者の方が気になっていることはあれですよね。もしかして BMW F30 は売ってしまったのかと。安心してください。いてますよ。ということで、これからは2台体制になります。これからもメンテナンスや走行等の動画をこの2台でお送りしていきます。今後やろうかなと思ってることは今のところこれらです。ナビ改良、オイル交換、ドラレコ取り付け、コーディング、車検、ドライブ旅などなど、他にもやってほしいこととかあればコメントで教えてください。それからこの車について素朴な疑問などもあれば何でもコメントくださいね。質問が多ければ Q&A 会の動画も検討しようと思います。ということで、今後が気になるという方は、いいね、ハイプ、チャンネル登録をお願い申し上げます。